50 question quiz. Challenge accepted? 低頻度の漢字や公用句で N1 の点を落としそうで怖いんだよね。そんなに心配しなくてもいいよ。案外、それは杞憂かもしれないし。じゃあ、この文章をもっと俯瞰して見るコツを教えてくれる？もちろん。まずは筆者の主張と具体例の乖離に注目するといいよ。なるほど。小さな逆説表現もないがしろにしちゃダメなんだね。そうそう。そこを無視すると、結論を読み違えて伸縮を買うような答えを選びがちなんだ。待って。この机のチラシに喫緊の課題って書いてある。これも N1 語彙？うん。しかも思ったより日常のニュースや資料でよく使われるよ。前はこういう言葉を避けてたけど、今は少し気遅れしなくなってきた。いい感じだね。紆余曲折はあったけど、N8 の日本語にだいぶ慣れてきたよ。低頻度の漢字や公用句で N1 の点を落としそうで怖いんだよね。そんなに心配しなくてもいいよ。案外、それは杞憂かもしれないし。じゃあ、この文章をもっと俯瞰して見るコツを教えてくれる？もちろん。まずは筆者の主張と具体例の乖離に注目するといいよ。なるほど。小さな逆説表現もないがしろにしちゃダメなんだね。そうそう。そこを無視すると、結論を読み違えて伸縮を買うような答えを選びがちなんだ。待って。この机のチラシに喫緊の課題って書いてある。これも N1 語彙？うん。しかも思ったより日常のニュースや資料でよく使われるよ。前はこういう言葉を避けてたけど、今は少し気遅れしなくなってきた。いい感じだね。紆余曲折はあったけど、N8 の日本語にだいぶ慣れてきたよ。Part 2 fifths. Great job. 40 more phrases to go. R よ N1 で見慣れない漢字が出るんじゃないかって心配してるんだけど、ただの杞憂かもね。無駄じゃないよ、いいねんば。文脈の中で使い方を練習すれば、逡巡しなくなるよ。昨日の店員さんすごく丁寧だったのに、どこか陰銀無礼な感じがしたんだ。それすごくいい例だね。実体験と結びつけると、N1 語彙は定着しやすいよ。この文法書は役に立つけど、説明が硬すぎて会話に融通が利かせにくいね。じゃあ、骨が折れるけど、例文を一つずつカジュアルな言い方に書き換えよいいね。今日20個終わらせたら、今週の勉強のめどがやっと立ちそう。う。ところで、そのネットのリストは気をつけて。読み方がいくつか眉唾っぽいよ。ほんと？また間違った読み方を覚えたら、さすがに堪忍袋の尾が切れそう。うゆやむやにしないで、一緒に辞書で確認して、綺麗な単語カードを作ろう。R よ N1 で見慣れない漢字が出るんじゃないかって心配してるんだけど、ただの杞憂かもね。無駄じゃないよ、いいねんば。文脈の中で使い方を練習すれば、逡巡しなくなるよ。昨日の店員さんすごく丁寧だったのに、どこか陰銀無礼な感じがしたんだ。それすごくいい例だね。実体験と結びつけると、N1 語彙は定着しやすいよ。この文法書は役に立つけど、説明が硬すぎて会話に融通が利かせにくいね。じゃあ、骨が折れるけど、例文を一つずつカジュアルな言い方に書き換えよいいね。今日20個終わらせたら、今週の勉強のめどがやっと立ちそう。う。ところで、そのネットのリストは気をつけて。読み方がいくつか眉唾っぽいよ。ほんと？
また間違った読み方を覚えたら、さすがに堪忍袋の尾が切れそう。うゆやむやにしないで一緒に辞書で確認して綺麗な単語カードを作ろ Part 3/5. Great job. 30 more phrases to go. アーリオ、N1 の珍しい漢字の語彙が多すぎて気がめいるよ。どこから手をつければいいのかわからない。まずは実際に使う場面が思い浮かぶ表現から始めよう。丸暗記しても身につかないからね。じゃあ、これはどう？逡巡しているうちに質問する機会を逃しちゃった。いいね。自然だし後悔している感じもちゃんと伝わるよ。比喩みたいな言葉も迷うんだよね。便利そうだけど、漢字を見ると身構えちゃう。こう使えるよ。杞憂かもしれないけど締め切りをもう一度確認した。なるほど。単語を小さな場面と結びつけると、やっと腑に落ちるね。そうそう。それに辞書の訳を全部鵜呑みにしない方がいいよ。ニュアンスが大事だから。わかった。今日は逡巡杞憂鵜呑みを使って短い会話文を書いてみる。完璧。次回それを持ってきてくれたらニュアンスが自然かどうか一緒に確認しよアーリオ、N1 の珍しい漢字の語彙が多すぎて気がめいるよ。どこから手をつければいいのかわからない。まずは実際に使う場面が思い浮かぶ表現から始めよう。丸暗記しても身につかないからね。じゃあ、これはどう？逡巡しているうちに質問する機会を逃しちゃった。う。いいね。自然だし後悔している感じもちゃんと伝わるよ。比喩みたいな言葉も迷うんだよね。便利そうだけど、漢字を見ると身構えちゃう。こう使えるよ。杞憂かもしれないけど締め切りをもう一度確認した。なるほど。単語を小さな場面と結びつけると、やっと腑に落ちるね。そうそう。それに辞書の訳を全部鵜呑みにしない方がいいよ。ニュアンスが大事だから。わかった。今日は逡巡杞憂鵜呑みを使って短い会話文を書いてみる。完璧。次回それを持ってきてくれたらニュアンスが自然かどうか一緒に確認しよう。Part 4/5. Great job. 20 more phrases to go. あるよ。今日の N 打ち勉強会では新聞のコラムに出てくる低頻度漢字と慣用句を拾ってきたよ。いいね。意味を鵜呑みにせず文脈ごと覚えれば定着しやすいはずだね。まずは杞憂。起こりそうもないことをあれこれ心配するって意味だよね。そうそう。例えば漢字が一つ難しかっただけで落ちると思うのは杞憂だみたいに使えるね。じゃあ、辟易はどう？言い訳を何度も聞かされてうんざりするみたいな文でよく見る。まさにそう。秋田より強い漢字で評論文やエッセイでも使われやすいね。忌憚のない意見も自然に使いたいけど、ちょっと改まった感じがするんだよね。先生や同僚にフィードバックを頼むなら忌憚のないご意見をお願いしますで自然だよ。よし、最後に勉強の流れがほころびないうちに要点をまとめておこう。いいね。毎週こんな風に復習すれば厄介な N ワチ表現にも気遅れしなくなりそうだ。あるよ。今日の N 打ち勉強会では新聞のコラムに出てくる低頻度漢字と慣用句を拾ってきたよ。いいね。意味を鵜呑みにせず文脈ごと覚えれば定着しやすいはずだね。まずは杞憂。起こりそうもないことをあれこれ心配するって意味だよね。そうそう。例えば漢字が一つ難しかっただけで落ちると思うのは杞憂だみたいに使えるね。じゃあ、辟易はどう？
言い訳を何度も聞かされてうんざりするみたいな文でよく見る。まさにそう。秋田より強い感じで、評論文やエッセイでも使われやすいね。忌憚のない意見も自然に使いたいけど、ちょっと改まった感じがするんだよね。先生や同僚にフィードバックを頼むなら、忌憚のないご意見をお願いしますで自然だよ。よし、最後に勉強の流れがほころびないうちに要点をまとめておこう。いいね。毎週こんな風に復習すれば、厄介な N ワチ表現にも気遅れしなくなりそうだ。Part 5 fifths. Great job. 10 more phrases to go. あるよ。発表原稿に N1 語彙を少し入れてみたんだけど、堅苦しく聞こえないか心配なんだ。文脈に合っていれば不自然じゃないよ。まず全体の構成を俯瞰してみよみんなが忖度しすぎたせいで、企画が膠着状態に陥ったって書いたんだけど、自然かな？う。かなりいいね。ただ、少し会話っぽくするなら、みんなが逡巡して企画が動かなくなったでもいいよ。なるほど。あと、私の心配は結局、気有に終わったも使ったんだけど、入れる場所に迷ってる。それは問題が解決した後に入れるといいよ。緊張から安心への流れがはっきりするから。もう一文あるんだ。今さら合意を保護にすれば、批判の浮き目に遭うって、ちょっと大げさかな。強い表現だけど、重大なビジネス判断の話なら使えるよ。よし、最後は最初の他所を見つけることがチームにとって喫緊の課題だって締めるね。いい締め方だね。自然だし、N1 を目指すイーエンバーの矜持も感じるよ。あるよ。発表原稿に N1 語彙を少し入れてみたんだけど、堅苦しく聞こえないか心配なんだ。文脈に合っていれば不自然じゃないよ。まず全体の構成を俯瞰してみよみんなが忖度しすぎたせいで、企画が膠着状態に陥ったって書いたんだけど、自然かな？う。かなりいいね。ただ、少し会話っぽくするなら、みんなが逡巡して企画が動かなくなったでもいいよ。なるほど。あと、私の心配は結局、気有に終わったも使ったんだけど、入れる場所に迷ってる。それは問題が解決した後に入れるといいよ。緊張から安心への流れがはっきりするから。もう一文あるんだ。今さら合意を保護にすれば、批判の浮き目に遭うって、ちょっと大げさかな。強い表現だけど、重大なビジネス判断の話なら使えるよ。よし、最後は最初の他所を見つけることがチームにとって喫緊の課題だって締めるね。いい締め方だね。自然だし、N1 を目指すイーエンバーの矜持も感じるよ。Please subscribe, like, and turn on notifications.